実は今、仕事帰りに自動車学校に通っているんだ。そうだったんですか？免許を取るんですね。うん。休みの日に自分の運転で遠くへドライブに行ってきてね。いいですね。でも社会人になってから学校に通うのは大変じゃないですか？疲れている時は辛いけど、運転の練習は結構楽しいんだ。もう路上での運転も始まっているんですか？来週からいよいよ高速道路の教習があるから少しドキドキしているよ。スピードが出るから緊張しますよね。落ち着いて頑張ってください。ありがとう。免許が無事に取れたらレンタカーを借りてみるよ。初心者マークが取れたらぜひ私もドライブに連れて行ってくださいね。部屋に物が溢れてきたから、今週末は思い切って断捨離をしようと決心したんだ。いいですね。捨てる基準はもう決めているんですか？1年以上使っていないものは全部捨てようと思ってるよ。それは思い切りがいいですね。でも服とかもったいない気がしませんか？そうなんだよ。高かったからいつか着るかもって思って結局着ないんだ。それなら捨てる代わりにフリマアプリで売ってみたらどうですか？なるほど。売れたお金で新しいものが買えるかもしれないね。ええ、誰かがまた使ってくれると思えば手放しやすいですよ。すごくいいアドバイスだ。まずは服の仕分けから始めてみるよ。部屋がすっきりすると心も軽くなりますよ。頑張ってください。今の会社に入って3年経つし、そろそろ別の業界にも挑戦してみたいと考えているんだ。そうなんですか？今とは全く違う仕事をしてみたいんですか？昔から興味があった IT 業界に転職できたらなって思っていて。IP なら将来性もありますし、いい選択かもしれませんね。ただ未経験だから採用してもらえるか不安で、なかなか一歩が踏み出せないんだ。まずは転職エージェントに登録してプロに相談してみてはどうですか？確かに専門家のアドバイスをもらうのは大切だね。未経験を歓迎している企業も意外とたくさんあるみたいですよ。それを聞いて少し勇気が出たよ。今夜サイトを見てみるよ。焦らずに自分に合った会社をじっくり探してくださいね。もっと時間を有効に使いたいと思って、明日から朝5時に起きる朝活を始めるつもりなんだ。5時ですか。早起きして何をする予定なんですか？朝の涼しいうちにジョギングをして、その後に読書をしようと思っているよ。すごく健康的ですね。でも毎日続けられるか心配じゃないですか？そこなんだよ。夜更かししてしまうと絶対に起きられないからね。朝活を成功させるには夜早く寝ることが一番のポイントですよ。今日からは11時にはベッドに入るようにするよ。最初の1週間を乗り越えればそれが習慣になるはずです。三日坊主にならないように頑張るよ。朝の空気は気持ちいいですから楽しんでくださいね。奇跡的にずっと好きだったバンドのライブチケットが当たったんだよ。うわー、おめでとうございます。ずっと行きたいって言っていましたもんね。倍率が高かったからメールを見たときは本当にびっくりしたよ。ライブはいつあるんですか？来月の末だよ。今から当日着ていく服を考えたりして浮かれているんだ。
ライブの前にグッズの買わないといけないですね。そうなんだ。タオルや T シャツを買って全力で楽しんでくるつもりだよ。熱中症にならないように水分補給だけは気をつけてくださいね。気をつけるよ。今月は仕事も頑張れそうだ。楽しみな予定があると毎日のモチベーションが上がりますね。毎朝の満員電車がストレスで、来月から自転車通勤に切り替えようか悩んでいるんだ。自転車ですか。家から会社までどれくらい時間がかかりますか？普通に漕いでだいたい40分くらいかな。結構いい運動になりますね。でも雨の日はどうするんですか？雨の日は無理せずに電車を使おうと思っているよ。それがいいですね。急いで事故に遭ったら大変ですから。うん。スポーツ用の自転車を買うかレンタルするか迷っているんだ。最初はレンタル自転車で試してみて、続けられそうなら買うのがいいと思います。確かに、最初から高い自転車を買って挫折したら悲しいもんね。ええ、無理のないペースで始めてみてくださいね。実家の押し入れから昔使っていたギターが出てきたから、久々に弾いてみようと思うんだ。ギターが弾けるなんてかっこいいですね。学生時代にやっていたんですか？うん。大学のサークルで少しね。でも10年以上触っていないから全然弾けなくなっているよ。指が覚えているから練習すればすぐに感覚が戻りますよ。そうだといいな。でもマンションだから夜は音を出せないのがネックなんだ。それなら休みの日の昼間に弾くか、公園に持っていくのもいいかもしれませんね。川沿いの公園なら気にせずに弾けそうだね。ええ、リフラッシュにもなりますし、素敵な趣味の再開ですね。まずは弦を張り替えるところから始めてみるよ。いつか私にも一曲披露してくださいね。最近ニュースでよく聞く AI ツールを使ってみたら、すごく便利で驚いたよ。あ、私も気になっていました。どんなことに使っているんですか？会議のメモを要約してもらったり、メールの文章を考えてもらったりしているんだ。へえ、そんなことまでできるんですね。仕事が早く終わりそうです。うん、作業の時間がかなり減ったよ。君も一度試してみたらどう？難しそうですが、私にも使いこなせるでしょうか？質問を入れるだけだから、チャットをする感覚で簡単にできるよ。それなら私にもできそうです。おすすめのツールを教えてもらえますか？もちろん、後でリンクと使い方をメッセージで送るね。ありがとうございます。これで残業を減らせるように頑張ります。